まずはじめに下茹でした白滝を食べやすく切ります。次に人参を一口大に乱切りにしていきます。玉ねぎはくし切りにしていきます。じゃがいもは大きめの乱切りにし水にさらします。牛肉は食べやすく切ります。お鍋に油を入れて火にかけます。少し深めのお鍋の方がいいと思います。お鍋が温まったら牛肉を炒めていきます。牛肉の色が変わってきたら人参と玉ねぎを加えます。水気を切ったじゃがいもも加えて全体に油が回るように炒めていきます。一旦炒めることでコクが出たり煮崩れを防いだりすることができます。軽く炒まったら水を 350ml、 砂糖を大さじ4、醤油大さじ4、みりん大さじ4、お酒大さじ3を加えます。火力は強めの中火にしましょう。忘れちゃってますが、顆粒だしもここで入れてください。軽く混ざったら蓋をして煮ていきます。沸騰したら少し火を弱めてアクを取ります。アクを取るとえぐみなくすっきりと仕上がります。アクがある程度取れたら白滝を加え軽く混ぜ合わせます。落とし蓋をして中火で25分ほど煮込んでいきます。煮汁が少なくなるまでグツグツ。なかなか煮詰まらないときは落とし蓋を取って少し煮ても OK です。肉じゃがの完成です。まずお味噌汁の野菜を切ります。今回は白菜を食べやすい大きさに切っていきます。お味噌汁の野菜は何でも OK です。冷蔵庫の余り物を使っちゃいましょう。水にだしを入れて火にかけます。お味噌汁1杯あたり水が 200ml、 だしが小さじ1/2くらいです。根菜はこのタイミングで入れてください。沸騰したら具材を入れていきます。我が家では長ネギと油揚げを1回分ずつ小分けにして冷凍しています。またえのきも小分けにして冷凍しておくととっても便利です。きのこは冷凍すると旨味と栄養素がアップします。葉野菜はこのタイミングで入れます。柔らかくなるまで煮ていきましょう。具材が柔らかくなったら火を止めてから味噌を入れます。味噌はぐつぐつ煮ると風味が落ちてしまうため必ず火を止めてから入れましょ
玉に味噌を入れ少しずつ溶かしていきます。ネギを散らしてお味噌汁の完成です。餃子用のキャベツはみじん切りにします。ブンブンチョッパーを使うと簡単にできます。ニラもみじん切りにします。輪ゴムで留めるとみじん切りにしやすいです。ボウルにひき肉を入れ調味料を加えます。分量は概要欄に書いてあるのでぜひチェックしてみてください。お肉と調味料を粘り気が出るまでよく混ぜます。お肉が混ざったらキャベツとニラを加えます。ちょっとボウルがちっちゃかったので大きなボウルに入れ替えました。お肉と野菜をよく混ぜ合わせます。次に餃子の皮に包んでいきます。餃子の皮と水を準備します。皮がくっつきやすいように縁に半分水をつけます。真ん中に具をのせます。真ん中の部分をくっつけて両側にひだを作るように包んでいきます。こんな感じでどんどん作っていきます。全部包み終わりました。フライパンに油を熱し餃子を並べていきます。強火で焼いていきます。餃子の底に焼き色がついたら水を加え蓋をして中火で5から7分ほど蒸し焼きにします。餃子を焼いているうちに大根おろしを作ります。餃子は水分が少なくなったら蓋を開け水気がなくなるまで焼きます。焼き上がったらお皿をかぶせてひっくり返します。失敗です。ちょっと油が少なかったのかもしれません。餃子の完成です。
大根おろしと一緒にポン酢で食べると絶品です。炊きたてのご飯にのせていただきます。